僕の元気さファイト。にゃんこです。今日も行くでー。今日のにゃんちゃねは自分を認めるがテーマです。自分を認めるってなかなかどうして難しかったりするやんな。ほんま。今回にゃんちゃねを受けてくださったのは赤ちゃんのようなめっちゃ綺麗なお肌をしているとっても可愛らしい30代独身女性さちよさんです。さちよさんは足が悪く車椅子に乗っておられるんですが、そんなお話も出てきます。チャネリング前の雑談からお聞きください。それではどうぞ。セッションとか受けられるんですか？なんか講座みたいなの。大好きです。講座とかは勉強が好きなので受けます。ああ、そうなんですか。どんな講座受けるんですか？マヤ歴とか、アロマが好きなので、アロマの講座とか。アロマセラピストになるような講座ですか？はい。スピリチュアル系のアロマを学んでたので、素敵。今車椅子に乗っておられるんで、その原因をお聞きしてもいいですか？原因がわかんないんですよね。最初に病名ついたんですけど、でもなんかやっぱちょっと違うかなって言われて、で、精神的かなって言われて、精神科にも行ったんですけど、違うって言われて。何歳からそう車椅子の生活になられたんですか？6年か7年目に入るので、30入ってからぐらいですね。はい。原因もわからないんですね。そっか。それまでは全然歩けてたんですか？普通に飛び回ってました。そうなんや。急に足に不具合が出てきたんですか？そうなんですよね。急に頸部が痛くなって、腰が折れて、徐々に歩けなくなって、大変ですね。まあ、いい経験ですよね。人生で両方経験できて、お得2倍。お得感ありますか？ね、そうですね。不幸はないのでね、人生に。はい。素敵です。そのぐらいからスピリチュアルを興味あるんですか？その前からですか？銀行に勤めてたで、うつ病と過食嘔吐とかをしたときに、私の天職ってなんだろうっていうところからスピリチュアルに入りました。ああ、そうなんですか。じゃあ何をお聞きになりますか？マヤ歴になんで出会ったのか、ここまで本当になんか自分が途中でやめてやってを繰り返さずに来れたのが初めてなので。なるほど。わかりました。見させてもらいますね。はい。私のチャネリングは心の風景が抽象的な場面、映像で出てきます。風景には一つ一つ意味があるので、それは、一つずつ説明していきます。これは何のこと言ってるのかなって考えながら聞いていただけたらいいかなって思います。よろしくお願いします。お願いします。サッチョウさんは船に乗ってます。木の船でオールイット持っていて、すごい周りをキョロキョロしながら何かから逃げてるみたい。怖いみたいです。船の後ろ側をすごい気にしてて、すごいキョロキョロしてるんです。で、オールですごい必死に漕ごうとしていて、船を私横から見てるんですけど、左側が船の先頭、右側が船の後ろ側。で、後ろ側は黒いんです。船の先頭の先は黒くない。暗くない。なんか後ろがすごい怖いみたい。それを分かってるからゴードしてるんですけど、あんまり船が前に進んでなくって、前に行かないといけないっていうの分かってるんですけど、でももう怖いの買っちゃってて、前に進まへんって感じ。後ろが闇なんです。波のような、闇のようなみたいな感じ。闇でできた波かな。後ろが飲み込まれてしまったって。その船を壊せるぐらいの高さの波。幸男さんがもし船の上で立ったら、そのちょっと上ぐらい
に社長さんを引きずり込んだみたいな。波の水がね、サラサラしてなくて、なんか重油みたいな感じ。足に絡みついたみたいな感じかな。足の方から水の中に入ってね、行った。社長さんは最後まで抵抗したんですけど、でももう、船は掴むところはそんなにないので、掴もうとしたけど、水の中にこう引きずられて、今、海かどうかがわからないんですけど、水の底にいらっしゃって、動けないみたい。社長さんが泣いてます。そこにこうやって倒れてて、足の方はさっきの重油みたいな感じで絡みついてるから、囚われてるみたい。自分ではもうどうしようもない。で、泣いてる。なんかその時にいろんなしんどさっていうのがなんかこう蓄積してたというか、なんでうまくいかないのかなって。自分は頑張ってるのに、頑張りたい気持ちはあるのに、今はもう水の底にいるし、動かないし、自分の力ではどうにもならないしんどさというか、泣いてたんですけど、でもやる気はあるんですよ。気持ちは全然あるんです。じゃあ自分が倒れてるね、ちょっと前、1メーターぐらい前かな。紫の宝石みたいな子つけて、それを見つけるんです、課長さんが。上半身だけでこう張ってったら、届くかもしれないところに紫の宝石があるんです。課長さんが、あると思って、真っ暗なので、そこしか希望がないっていうか、腕の力だけ使って、その紫の宝石に、こんなぐらいの大きさです。近づいてったんですよ。保護電子みたいな感じ。はい。で、宝石を掴んで、ギューって、ここの胸のとこにしてギューってしてるんで、やっと見つけたって。わかる気がします。わかりますか？わかんないけど、私は、なんかもうごめんなさい。なんかよかったね。何か知りませんけど、これはすごいわかります。わかります。はい。はい、わかりました。はい。もうすごい。全然希望がなかったのに、すごい嬉しいです。すごいわ。めっちゃ泣いてて、なんかこう、諦めずに来てよかったなって。はい。すごいしんどかったし、全然希望がないのに。でも、課長さんは全然諦めてなくて、自分でできることってすごい限られてるから、でもその時に自分が頑張れば手に届く距離のところに宝石があって、ちゃんとそれを自分の手で掴んで、胸の中に抱きしめて、やっと見つけたって言ってる。すごい。わあ、これは今までずっと頑張ってきたから見つけたって。今まですごい苦しかったけど、それを頑張ったからこの段階に来てる。社長さんが今までずっと頑張ってきたから、この宝石が見えたんです。状況がすごい大変やったのに、諦めてないとか、前向きっていうか、なんとかしようとしてたんよね。そしてその宝石までちょっと距離はあったけど、そこもちゃんと買いつくばで自分で行ったし、自分の手で見つけたって、自分がそれを掴んだって。でそれをなんかちゃんと社長さんも分かってるから、やっと見つけたって。すごい。思いましたね。社長さんがすごい大変な中頑張ってきたからこそ得た学びというか、経験ですよね。これは紫色してます。深い紫色で、大きなダイヤモンドみたいな感じなんですけど、中身がすっごいクリアで、でもなんか慈悲深い紫なんです。それは自分は苦しい思いをしてきたから、人の気持ちもわかる。経験。それって経験しないとわからないことやから、やっぱり苦しい人の気持ちというのは苦しい思いをしてないとわからないものやし、すごい今まで大変だと思いますけど、同じようにしんどいと思ってる人の気持ちがわかるわけだから、その経験、そしてその苦しさをちゃんとプラスに変えた。苦しいだけじゃなくて、
なブルシラを光に変えてない時とかね、その時には会えない AI、 今だからこそ社長さんがいろんなことを学んで、それをちゃんと経験に変えたからこそ出会えたステージみたいです。頑張っていたのは無駄じゃなかったって、自分でプラスに思おうとしてた、それは合ってたんやって、神様は見てたんだなって思ってるみたいです。横になりながら抱きしめてたんですけど、今はだいぶ落ち着いて座ってます。膝の上にその大きなダイヤモンドをつけてて、経験をした結果、自分が学びに変えたっていう功績。伝わってきたのは分かったけど、ここまで綺麗だと思わなかったみたいな感じかな。こんな綺麗なものが私の膝の上にみたいな感じ。素晴らしい学びと経験が自分の手元にあるんだな。と分かってたけど、自分が思ったよりすごかった。ちょっと信じられない感じで見てます。ただの魔女かと思っていました。まずしんどかったけど、それを光に変えれたんだって。すごいつながります。チャネリングをね、受ける方が答え合わせするので、そういう意味か。まあ、今まで何かに追っかけられてると思ってて、人生でいろんな大変さがあったけど、ここから自分は立っていける。まあ、そっか。自分が作り出した恐怖というか、不安というか、でも自分はその不安も大変な経験も自分の力で宝石に変えた。それはもちろんいろんな助けあったかもしれない。それでも自分で張ってその宝石を取りに行ったんです。ありがたい。だからここからはちゃんと自覚する。自分がその宝石を手に入れたっていうことを、自分の頑張り、自分の慈悲深さとか、自分の優しさとか、強さとか、そういったものが全部ここに入ってて、頑張りですよね。はい。それをちゃんと自覚する。自信を持つ。そう思うと、そう思ってますね。社長さんのね、なんかこう、足の方は重油で絡まれてたんですけど、この宝石を手に入れた自分の頑張りって思った時に立ちました。今まで足にね、黒いのが絡まってたんですけど、今は普通に足が見えます。立てるって。実際どうなるかちょっとわからないですけど、でも私の見えてる分には立ててます。立ってんのに足に感覚があんまりないみたい。自分でもすごい不思議な感じがするみたいです。自分の足と宝石と見比べて、ずっと立てないと思ってたのに、そんなにわーって歩けるわけじゃなくて、だから社長さんが足を持ち上げるんですよ。手で持ち上げて足を一歩前に出してます今。でも死ぬって思ってるみたい。なぜなら今この宝石があるって自分に自覚したから。自分が思ったよりもできるんですよね、きっと。そっか。自分が思ったよりもすごく綺麗な宝石持っているんだなって思った時に、もしかしたらこの動かないと思ってた足がもしかしたら動くのかもしれないなって。だからその宝石を見て勇気をもらうみたいな感じで、なんとか足を動かそうとしてます。宝石見て私できるからって思ってそれを続けるんです。そしたらちょっと感覚が戻ってきて歩けるようになったみたい。本当にちょっとずつなんですけど、手で、支えなくても自分で足を持ち上げて一歩前に進めるようになったみたい。すごいゆっくりかもしれないけど、これでいいって自分で思ってるみたい。今まですごいいろんな困難をすごい頑張ってきたけど、急に解決したわけでもないし、すごい地道に頑張ってきた。それと一緒。その経験がもうあるから頑張れるし、すごいさっさ歩いてるわけじゃないのに、すごく社長さんは前向きみたい。今までの人生と一緒。良くなるスピードが遅くなって、それは構わない。
それは自分のスピードだし、やっぱこれには意味があるし、これが何かしら自分の試練であるのならやります。それが私の道だ。一歩一歩でいい。その先に絶対に光があるのは自分は分かってるから。それは今までと一緒だって。ああ、そっか、そうですね。いやー、すごい。感謝さんの気持ちはものすごい前向きで、歩くのが遅いっていうことに関して結構垂れてないっていうか、すごいと思います。これすごいですね、さちまさん。ありがとうございます。なんで早く走れないのとかじゃないんですよ。ちゃんとそれを受け入れますみたいな感じ。今、また左足を持ち上げるんです、手で。うまく動かないので。でも、この子も私の足やから、この子も頑張ってるわけやし、なんでこの足動けへんのとかじゃなくて、足も私の一部であり、足も頑張れるし、私も頑張ってる。だから、ちょっとずつでいい。この子のペースでいい。その結果、光の方に行けるっていうのは、もう確信があるから今。なぜなら、一回宝石を見たからです。はい。光の方に自分が向かってるっていう確信がちゃんとある。だからもう、その喜び涙で光の方に向かって歩いてゆっくりやけど、真っ白い光で。真っ白だけど、なんかちょっとだけクリームがかってるっていうか、わーって光ってるんですけど、自分の試練を敵と思わず、自分のペースでちゃんと付き合いながら光の方に魂の目的に沿ってちゃんと歩いてる。はい、すごい。なんて綺麗な人なの。ありがとうございます。すごい心が綺麗だったと思います。よかった。じゃあその心とその光が同質なものみたいな感じ。今羽が生えた背中に。ちょっとさっきまで服着てたんですよ。なんか服が天使の服になった。写真画みたいなやつ。背中に羽が生えました。大きな羽です。今、羽が生えて、羽を両側に広げて、身長の倍ぐらいかな。飛ぶんです。だから、三次元的に体はまあ不自由かもしれないんですけど、心は飛ぶ段階に来てるみたいな感じかな。飛びたい。体は不自由かもしれないけど、心は飛ぶことなんか全然できる。今飛んでるんですけど、下の景色が緑ばっかしの草が生えてて、高い屋根のお家があって、わあ気持ちいいって、飛べるってなってます。自分はどこでも行ける。だから足が重に絡まってたのも、今空を飛べるのも心一つなんですよね。自分の頑張りを認める、その経験を持って今空を飛べるようになった。それを全部心一つやってっていうのが起きてます。何回も来てます。自分を認めなさいって。苦手なやつです。今が見えないかもしれないけど、この景色こそが本当。この空を飛べるっていうあなたの姿こそ本当。それは誰もができるわけじゃない。羽はあなたが頑張ってきたからこんなに大きくなった。苦しみも悲しみも人を思いやる心も恨まないっていう心とかね。心頑張ってきたからこそこの大きな羽があるよ。それをちゃんと自分で認めないといけないよ。この景色を忘れないで、ちゃんと光の方に向かって飛んでる。それで光の中に入って見たままいます。さっき天使だったんですけど、今なんかマリア様みたいに見えてて、で、皆さんのわからないけど、もうね、赤ちゃんみたいなのされてます。ありがとう。なんでしょうね。マリア様みたいな格好してて、頭に白い布かぶってるんです。で、お心に巻かれてる赤ちゃん持っていて、今までの経験を持ってなってるっていう。この子に迷惑かけるかもしれないけど、でも、私はこの今までの経験、この足のことも含め、その経験を持ってこの子を育てる。自分には自分の素晴らしさがある。迷惑かけるかもしれないけども、別にこの子じゃっていく。
自分があったようにたくさん辛いことがあるかもしれないけど、自分がそれを苦しみ悲しみじゃなくその先の光に変えれたように、この子にもきっと素晴らしい経験をさせてもらう。それを見守っていく。いろんな人が社長さんに手を差し伸べてくれたように、この子供もいつかいろんなことを経験したときに、その差し伸べる一つの手でありたい。で、この子の大変さもちゃんと見守っていく。苦しいこともあるかもしれないけど、それは決してマイナスじゃないから。いつかこの子もちゃんと宝石がもらえるように、それを見守っていく。母です。いっぱい学んでほしい。嬉しいことも楽しいことも、辛いことも悲しいことも。そして、この子なりの宝石を作っていればいいな。自分は見守っていきたい。それはそれでまた違う宝石がなってくる。すごい幸せみたい。幸せそうですね。物理的には赤ちゃん泣くし、すごいお強いとこ大変なんですよ。でも、それも経験なので、結局いずれは宝石になる経験やから。これ今赤ちゃん泣いてるんですけど、バババババって言いながら対応してます。京野さんもいるみたい。あんま当たり前かもしれないですけど。男性が向こうから折りやるような。今男性の方がおむつ替える。そっかそっか。自分だけがやらないといけないわけじゃない。みんなで協力してあげると思って、この子が育っていけばいいのか。やれる方をすればいいし、助け合っていけばいい。それもこの子に見せられる。ちゃんと人の手も借りるという。ちゃんと協力してやっていくっていうこと。で、まだまさにいい人とこれいい人と結婚したなんて。でもやっぱりちょっと、子供愛しとか思ってます。けど、でも幸せ。3次元的にはプレゼンス持ってるかもしれないですけど、心はどこまでも広い空を飛んでいける額があるので、関係ないと。自分で1000円かけるのは自分。確かに。これでいい。これも幸せの形。人生に不幸があるのは経験とか。それは社長さんがちゃんと分かる。はい。そう続けていくと、今度は社長さんのところに金と宝石があるということ。本当にちょっとずつしかくれない宝石かもしれないけど、それこそが生まれてきた理由、家族の絆とか、子供との絆とか、子供の学んだ先に喜びがある。その中でも娘は大きくなっていたな。それを選んできたっていうのは、その子の強さやし、体が十分に動かない人が母としているという中で、その子も人を思いやる気持ちっていうのがあるわけやし、あの人は大丈夫かなって、この人はこういうとこが不便やけど、こうしてあげたらいいかな。そういった思いが馳せられるような子供なので、だからマイナスじゃないですよね。はい。ほんまに楽しげられるからプラスしかない。それを自然に教えてくれてるわけやから。はい。今のみちゃんここで何も終われるのね。すごい深みたい。すごい素敵なんだですね。なんて素敵な女性なんでしょう。幸代さんは数年前にオーストラリアに短期語学留学したそうです。車椅子なので空港まで迎えに来てもらったり、向こうでお手伝いをしてくれる人を探したり、設備が整っていない語学学校ではなく個人レッスンにしたりと、いろんな人の手を借りながら、そして工夫しながら滞在を楽しんだそうです。自分のやりたいことをやる強さがある方なんだなと思いました。素晴らしい宝石が幸代さんの手にあるのも納得やな。幸代さんの夢は世界中の人の笑顔を見ていたいそうです。素晴らしい。幸代さんのチャネリング感想コメントを概要欄に載せているので、よかったら見てみてください。私の夢はケンタッキーフライドチキンの食べ放題に行くことです。今日もありがとうございました。